でちょっと革新部分なんですけど、 VFR800X の高速道路巡航性能というか長距離性能どうかっていう話なんですけど、僕がですね今まで乗った中で一番高速道路のね長い時間乗れる巡航性能が高かったのがですね XADV なんですよ。でこの XADV のおかげで僕はちょっと、距離幅っていうか長い距離行く快感を得たというかですね、こんなとこまで俺来れるんだみたいな、そこって飛行機で行くとこですよみたいなでそういうところをね、僕に教えてくれたのが XADV なんですよ。で XADV のストロングポイントっていうのはポジションの自由度だと思うんですね。前にも座れる、後ろにも座れる、足はいろんなところに置ける、それからハンドルも遠くないで、僕はステップつけてたんですけど、ステップつけるとネイキッド的な気持ち前傾の姿勢にもなる。もうね素晴らしいんですよ。とにかくいろんな姿勢乗れる。この姿勢が疲れたら次の姿勢、この姿勢が疲れたら次の姿勢っていう風に、もうほんとスクーターみたいな乗り方もできるし、それからネイキッド的な乗り方もできて、中間的な乗り方もできる。前に足を放り出せる。それからやっぱ足に当たる風ですね、ウィンドプロテクション、肩には結構当たるんだけどね、そういったところも含めてやっぱり僕は最強だと思ってます、 XADV が。ただねパワーがあるかっていうとねそうでもないのよ。十分ですよ、十分なパワーあります。十分なパワーあるんですけど、燃費もめちゃめちゃいいんだけど、100キロまでだね。100キロまでで走ってる時にはめちゃめちゃ燃費がいい。ただ120かましていくと一気に燃費が悪くなるんですよね。だから120キロぐらいまでだったらめちゃめちゃ快適でめちゃめちゃ燃費もよくいけます。そういうバイクですね。本当に素晴らしいバイクだと思います、 XADV は。で一般道でもねギアチェーンないから楽だし、積載能力もね非常に高いということでね、本当にすごいですね。まさちゃんの動画でその素晴らしい XADV と比べて VFR800X の感じがねどう違うかっていうとね、もうねこれはねもう一つ秀でたものがありますね。それがね何かっていうとスピード領域ですね。スピード領域がロングツーリングでこう飛ばせるっていうとちょっと表現があれなんですけど、その出して、楽なスピード域っていうのが分かんない。もう速すぎちゃって100、120なんていうのはもうなんかこの子にとってはなんだろうな、もう一般道の感じですよね。飛ばしてる感じにもならないしエンジンもうならないし、ちなみに VTEC に入るのが6500回転なんですけど、6速でその回転に入れるのはなかなか至難の業です。なんかねスピード領域が日本じゃないんですよ。異国異国のスピード領域をしてます。っていうことはですよ、っていうことは普通の100キロ前後のスピードっていうのはこの子にとってはもう平でもないスピードなんですよ。そういうアドバンテージがありますね。じゃあ高速巡航時に VFR800X がエンジンが回ってないかっていうとねそうでもないのよ。実はね XADV は100キロ巡航時ね3000回転ぐらいなんですよ。で VFR800X は4000回転回ってるんですね。じゃあ XADV の方が楽勝な感じするじゃんって思うかもしれないんだけど、 XADV はねやっぱりね回るエンジンじゃないんだよね。全然違うわけだ。でこの VFR800X はもう超ショートストロークの高回転型エンジンなわけだから、12000手前ぐらいからレッドゾーンに入るんですよ。でそれのね4000回転って言ったら本当に回ってないのね。 XADV はレッドゾーンも非常に速いんですよね。ちょっとあんまり覚えてないけど7000とかで多分レッドゾーンに入っちゃうと思うんで。そしてウィンドプロテクションね、 XADV はスクータータイプなんで足元が非常にいいんですよ。でスクリーンがちょっと縦長なんで肩とかその辺には結構当たってくる風が
あるんですけども、ウィンドプロテクションに優れたバイクであることは間違いないです。ただ VFR800X になってね、びっくりしたのが、このスクリーンのやっぱ横幅が広いから肩非常に当たらないですね。当たってるは当たってるんです。そよそよしか当たらないです。XADV はそこ結構当たるんですよ。でかつ上側もね、僕の身長164センチでおでこを抜けていくぐらいの風が当たります。なんで体のこの辺ですね、非常に感じない。それからそうなるとね、こういうバイクだから足ですね、足はやっぱり XADV に比べたら弱いかなと思うんですけど、それがね意外となんだよね。当たってんだよ、当たってんだけど、ネイキッドみたいに直接バーッと当たってるわけじゃなくて、なんとなく気持ちよけてるんだよね。足を置いてる場所の足1個分先は結構当たるのよ。だからちょっとこう広げるともうかなり当たるんだけど、足を割とこう車体にくっつけとく、要はニーグリップした状態でしたら割とそよそよ当たってる感じなんですね。これがね VFR のストロングポイントかなと思いますね。問題はポジションですね。やっぱりこういう形のバイクなんでポジションがある程度限られてしまいますね。お尻を前出すか後ろ出すかぐらいの感じ。前に出せばやっぱり細いところ座ることになるし、そうするとねお尻が痛くなる可能性が非常に高いし、うわー綺麗だなー。これ何平野っていうんだろうね。やっぱり少しね後ろ目に座ったりとかすると若干やっぱ前傾を感じるようになりますよね。じゃあきついかっていうとね、 CB650R みたいな前傾ではないんですよ。ほんのり前傾かなっていう、ちょっと前に倒れてる感じぐらいかな。なのでやっぱ肩首とかは多少凝りを感じました。昨日一日、昨日ね俺15時間半走ってんのよ2箇所ね観光したんで860キロ走って、天橋立と、それから合流ね、天橋立と、それとロットリー砂丘ね、これ観光してるんで、15時間半かかっちゃったんですけど、その時間走ってやっぱり肩が一番きつかったですね。やっぱりね、これやっぱり手を持ち上げてないといけない、遠くに置いとかないといけないっていうところがね、これがねやっぱり XADV と違うところかなと思いますね。ちょっとバーライザーとかでちょっと引っ張ってもいいかなと思うんだけどね、2センチぐらい引っ張るとだいぶ変わったりとかするかもしれないけど、今回やってないです。まさちゃんの動画。それから XADV の時には感じなかったけど、シートが VFR800X は若干前に傾いてますね。ちょっとこういう風に滑り台シートっていうんですか、ちょっとだけね。だから後ろに座れば座るほどなんかちょっとこうズリズリってこう前に落ちてく感じがする。それでお尻が痛くなっちゃうっていうのがある気がします。平らだったらいいのにな、もっととかって思ったりもするんですけどね。シートはね XADV のが硬い、 VFR800X の方が柔らかいです。ぶっちゃけね一番お尻が痛くならないのはねクロスカブです。ほんとねクロスカブのシートこれつけたい。ハンターとか C125 とかね割と痛くなるじゃない。慣れもあると思いますけど、この子はね柔らかくていい子なんだけど、ちょっとやっぱり傾きが良くないのかなと思ったりとかしますね。クロスカブのシートつけたいね、これに。燃費に関してはほぼほぼ同じ排気量ですけど XADV と VFR800 はやっぱ全然エンジンの質が違いますよね。高回転型エンジンと、それからクルージングを考えてる低速重視のエンジン、これと比べるのはあれだけど、例えばトランザルプの750ね、これと XADV の同じパラレルツインの同じ270度クランクのエンジンも全く別物ですね。トランザルプの方はもう気持ちよく上までガチー回るエンジンで、 XADV は上は回らないですよ。でも下がもう突拍子もなく強いです。なので燃費の感じもね全然やっぱり XADV の方がいいですね。 XADV 多分100キロぐらいで巡航してたら多分27から下手したら30近く走ると思います。ただ VFR800X は来た時にね多分最高燃費計測したんですけど24キロから
それが最高燃費ですね。多分通常で言ったら20キロ前後、一般道だと17とかになっちゃうと思いますね。ただタンクがでかいのよ。タンクが20リッター入るのよ。で XADV はああいうなんていうの、あれ高速を使ったロングツーアーラーとしての設計をしてないのかな。でオフロードとかで楽しむバイクのような感じで作ってるのかもわかんないけど、タンクがちょっと小さいね。15リットルでしょ。もうちょっと欲しいよね。やっぱ20ぐらいは欲しいかな。僕が乗りたいバイクの条件っていうのがね、やっぱり唯一無二っていうところなんですよ。まさちゃんの動画。で XADV に関してもあの形の750なんてもう世の中に存在しないじゃないですか。スクータータイプの750の DCT なんて。なので僕は乗りたかったんですね。スクータータイプが好きだっていうのもあったし、実はその前に乗ったのが PS250 だったんですよ。スクーターが好きなんですよね。なのでちょっとこれいいなと思って行ったんですけど、やっぱり唯一無二のバイクなんで、すごくやっぱり面白いしね、すごくいいと思います。で VFR800X に関してもこんなエンジンね、もう買えないわけだし、V4VTEC なんていうね、こんな機構がもう世の中に存在しないし、これからも出てくると思えないので、そういった意味でね、このバイクは素晴らしいと思ってたんですよね。ただちょっとね、VFR800X に関してはちょっと重たい、それから足がつきづらいっていうね、そういう難点があるんですよね。ただ僕の身長164センチも普通に足ついてるし、ただね、重いね。重いのは重い。XADV とほぼほぼ同じぐらいの重量タイプはあるんですけど、XADV もね、240キロぐらいありますから、だけど XADV はそんなに重く感じないんだよな。VFR800X はちょっと緊張感がある。250キロ。なんだろうね、重さを感じる車体だよね。やっぱり車高が高いからかな。XADV 低いからね。低重心だから。こっちの方が低重心じゃないから、ちょっと重たさを感じる、ちょっと緊張感のある重たさを感じるかなと思いますね。もうあと何年乗れるか分かんない。やっぱ50代入ってきてるからね。僕の身長164センチ、そんなに大きい体ではないし、力もそんなあるほどではないから、だから今しか乗れない、今乗ろうって思って買い替えちゃったんですよね。たまたま XADV のね、下取り価格がとんでもなかったっていうのもあるんですけどね。でも非常に満足度が高いですね。やっぱり被ることもほとんどないし、本当にね、良かったと思います。そしていいね、条件の車両がね、見つかったっていうのもあると思います。やっぱりどう考えても、VFR800X 買おうなんていう人はね、長距離ガンガン行くし、どう考えてもね、距離かなり走ってやられてるバイクしかないと思うんですよ。エンジンはね、多分これだけ熟成されたエンジンだから何キロ走ってもね、大丈夫だと思いますけど、たまたまね、3000キロ後半ぐらいで、立ちこけされてる車両だったんですけど、しかも黒だったんですね。ちょっと飛びついてしまいました。最後もね、かなり僕買った時、去年の終わりぐらいにもね、まだ新車があったんですよね。ただどうしてもね、赤だったんでね、どうしてもね、赤だとバレるじゃん。買い替えたなこいつって。XADV 黒だったからさ、黒だったらワンチャンバレないじゃん、奥さんとかに。で、本当バレてないのよ。そう考えるとね、黒のね、中古でいい状態のものがね、あったから、外装とかみんな変えちゃったしね、立ちこけして傷ついてたやつはね。All aboard!